本当の自分に出会うために。あなたが今手にしているこの本は、あなたのために特別に書かれた本です。この本を手にしたのは、あなたが心の深いところで自分の人生の質を変えたいと思っているからではないでしょうか。あなたがどんな理由でこの本を手にしたとしても、この本を読み進めていくうちに、私はあなたのとても仲のいい友達になれると思っています。あなたと仲良くなりたいので、できるだけ打ち解けた口調で語るつもりです。友達として私はあなたを応援したいと心から願っています。あなたの質問にお答えし、あなたの手を取り、あなたの内に潜むあらゆる素晴らしさを発見するお手伝いをしたいと思っています。さあ、お友達になりましょう。それを決めるのはあなたです。学びの方法はとてもシンプルです。一生ごとに注意深く読み、学んだことを必要に応じて実生活で実践してみてください。章の終わりごとにエクササイズがありますので、指示に従ってやってみてください。必ず大きな成果が得られるはずです。この本に書かれていることは、私がこれまで個人的に行った観察、探求、研究の結果として得られたことです。ここに書かれている内容は、すべて自分自身で実践してみました。その結果得られた幸福は、とても大きなものでした。それを独り占めしていることができなくて、私はこの人生の法則を多くの人たちと分かち合うことにしました。まずワークショップを開き、そして今、こうして本を書いています。今まで無数とも言えるほど多くの人たちが本当の自分を発見することで自己変容を成し遂げてきました。そして普通の人にはとても得られないと考えられている本当の心の安らぎを得たのです。あなたがこの本を読んでくださっている間、私はあなたのそばにいます。どうぞ心の赴くままに読み進めてください。一歩ずつ着実に歩んでいきましょう。そうすれば必ず多くの大切な発見をすることができるはずです。心からの愛を込めて。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は体の声を聞きなさい。あなたの中のスピリチュアルな友人という本をご紹介したいと思います。皆さん、本チャンネルではこれまでいろいろな本をご紹介させていただきました。スピリチュアル的な内容の本もたくさんご紹介してきていますが、もしもそれらスピリチュアルの本の内容がすべてまとまった本があると言ったらどうしますか？そう、まさに本書がその本なんです。読み始めて早々に、これはとんでもない本に出会っちゃったなって言ってしまいましたもの。とにかくスピリチュアルに興味がある方は絶対に読んでみてほしい一冊です。著者のリズ・ブルボーさんはカナダの企業でトップセールスレディとして活躍した後、その成功体験を人々と分かち合うためにワークショップや講演活動を行い、これまで4万人以上の人をトレーニングし、累計500万部以上の著書が世界中で読まれています。肉体、感情、精神、スピリチュアル、それぞれのレベルの声に耳を澄ますことで、心からの癒し、本当の幸せを勝ち取ることができる彼女のメソッドが多くの方の生き方を変えてきたんです。本チャンネルでも以前、自分を愛して病気と不調があなたに伝える体からのメッセージという本をご紹介させていただきました。こちらの本は450項目もの体調不良、病気に対して、それぞれ肉体的なレベル、感情的なレベル、精神的なレベル、スピリチュアルなレベルから原因と対策を詳細に解説している辞書、辞典のような内容のある意味とんでもない本です。ですが本書はもっと大きくて根源的な話、本当の意味の自分とは何か、人生とは何か、幸せとは何かということ、そしてそれらを手に入れる方法を教えてくれているんです。肉体、感情、精神、スピリチュアルという観点を全22章にわたり深く、そして具体的に解説していきます。ちなみに本書のタイトル、体の声を聞きなさいの体とは、
いわゆる肉体という意味だけではないんです。こちらは動画後半で説明しますね。はじめにお伝えしておきますが、本動画でご紹介するのは全22章あるうちの第1章の一部のみとなります。他の章に比べると概念的な意味合いが強くなっていますが、まずはこちらでその雰囲気とボリューム感を感じていただければと思います。それではぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。第1部、人生の大切な法則。1章、あなたがこの世で生きる目的。あなたは今までじっと立ち止まって自分はこの地上に何をしに来たのだろうと考えてみたことがありますか？人間として生きる目的とは何でしょうか？答えはとてもシンプルです。私たちはみんな同じ目的を持っています。つまり、成長、進化することが人生の目的なのです。あらゆる生命は大きくなることを目指しています。少しの間、周りを眺めてみてください。花や木が大きくなるのをやめるとき、それらは死ぬでしょう。それは人間にとっても同じことです。すべての人間は成長し、進化し続けなければなりません。ただ、人間にとって成長するというのは、内面的に大きくなる、つまり意識を拡大するということです。人生を通じて大きくなるのは、あなたの魂であって、肉体ではありません。でも、進化するにはどうすればいいのでしょうか。イエス・キリストはそれを教えました。人間にとって最も大切なことは、愛することと信仰を持つことである、と言ったのです。この教えには複雑なところは一切ありません。極めてシンプルです。でも人間が未だにあらゆる厄介な問題を生み出し続けているのを見ると、この二つの原則が十分に理解され、実践されているとは思われません。自分自身と他者を完全に愛することができるようになった時点で、人間は学びを終了したことになり、地上での訓練をもはや必要としなくなります。人間の体は60兆もの細胞からなっていますが、人間それ自体が実は地球に属する細胞のようなものなのです。あなたの体の細胞の一つ一つが健康ならば、あなたの体も健康であり、あなたは快適に生きることができます。地球にとってもそれは全く同じことでしょう。一人一人の人間が健康であれば、地球もまた健康になるのです。ですから、それぞれの人間が自分を浄化し、肉体的、感情的、精神的、霊的に健康になる必要があります。そうすれば、あらゆるものが調和して、地球は豊かさに満たされるでしょう。あなたが地上にいるのは自分自身の進化に努めるためであり、他人の進化に口出しするためではありません。ですから、あなたのエネルギーを他者を裁き、他者に指示し、他者を引きずり回すために使わなくてもいいのです。あなたが地上にいるのはひたすら自分自身のためなのです。この本のあちこちにあなたが人生の達人になるための数多くの方法や道具が提供されています。それらを使うことによってあなたが愛と信仰をさらに大きなものにしていけば、周囲に対するあなたの反応、あなたに対する周囲の反応が変化し、あなたはいつの間にか大きなエネルギーを手にしていることに気がつくでしょう。地球上では多くの人が進化しているので、地球は全体としてかなり進化しているという人たちもいます。しかし、周りを見てみるならば、それとは全く反対だということがわかるでしょう。病院、
監獄、不幸な人々のための保護施設等は増える一方です。病人もまた増える一方です。肉体的な問題を抱えた人たちが無数にいるのです。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどのメディアは毎日残酷な事件を報道し続けています。それらは進化の結果でしょうか？いえ、そうではないはずです。そうした状況を見て満足できる人はいません。あなたの心の中にはどうしても埋められない空洞があるのではないですか？でも、その空洞を埋めるには今までとは全く違ったやり方をしなくてはなりません。つまり、空洞を埋めるためには自分の周りに何かを探すのではなくて、自分自身の中にそれを探さなくてはならないのです。あなたが心の成長ということに関心を持ってから日が浅いのであれば、あなたはきっとこれから驚くべき経験を数多くするはずだと言っておきましょう。あなたの存在のあらゆる基盤が揺るがされるような経験を多分たくさんするはずです。人生が崩れるような気がするかもしれません。でも心配しなくて結構です。それは錯覚だからです。人生が崩れ落ちるのではないかと感じるのはあなたの内面の奥深くで何かとてつもなく大切なことが起こり始めたからです。それはあなたが心のお掃除をしようと決意したから起こったことなのです。自分の気持ちを敏感に感じ取ってあげる。講演会に行く。研修に参加する。本を読む。こうしたことは心の成長のためにとても大事なことです。そういうことをすれば自分を浄化することになるでしょう。そして浄化をさらに推し進めるためにはそうしたことを繰り返し行うことです。繰り返し行うことで浄化が一層進むでしょう。ここに汚れた水の入ったコップがあると思ってください。このコップにきれいな水を一滴ずつ注いで、コップの水をきれいにするとしたら、繰り返しコップに水を注がなければなりません。辛抱強くその行為を繰り返すことによって、やがてついにコップの水は透明になることでしょう。心の浄化というのも全く同じことなのです。あなたの人生を思いのままにするためには、あなたはもっと意識的にならなければなりません。ほとんどの人は十分に意識的ではないために、普段自分が何を考えているか、何を言っているか、何をしているかさえ意識していません。ただ機械的にそれを繰り返しているだけなのです。一日のうちで話す前に、行動する前に、そうすべきかどうか何回ぐらい自問していますか？さあ、自分に対してもっと意識的になるべき時が来ました。あなたが知覚し、目で見、耳で聞いていることは、すべて錯覚に過ぎません。本当のことは目に見えないからです。目に見えない世界で起こっているのです。それが目に見えるようになる前に、目に見えない世界でまず起こっているのです。この地上に存在するあらゆるものは、存在する前に、まずイメージされたのです。考えられたのです。夢見られたのです。それこそが人間に与えられた偉大な能力に他なりません。あなたはこの地上で望むものは何でも作り出すことができます。それなのにどうして今までそうしてこなかったのでしょう。実はそれはそうできると信じていなかったからです。自分の力を受け入れないことが人間たちにとって最大の問題なのです。あなたがそれを信じ、その結果、驚くべきことを実現し始めれば、あなたはきっとそのことを理解するでしょう。そして人間は自分が思った通りの存在になるという言葉の意味が本当にわかるようになります。あることを考えると、それがイメージとなって目に見えない世界に送り込まれます。イメージを作り、それをあなたのパワーで育てると、そのイメージに生命が宿ります。その考えはあなたの気持ちや感情から栄養をもらいます。そしてやがてそれは目に見える物理的次元に現れるのです。この段階を踏むことによって、あなたは望むものを思いのままに作り出すことができます。
まず精神の次元で作り出す。次に感情の次元、そして物理的な次元という風に下ろしていくのです。でもその前に意識的になる必要があるでしょう。というのも、あなたは自分が考えていることのうち 90% 以上を意識していないからです。あなたは自分の考えをほとんど意識していないために、知らず知らず、望まないことや不愉快なことを作り出してしまうのです。それを他人のせいにしても何も解決しません。そのことに対して彼らには何の責任もないからです。あなたに起こることの全責任はあなたにあるのです。いいことであれ、悪いことであれ、自分に起こったことはすべて自分に責任があるのだということがわかれば、あなたは素晴らしい力を手にしたことになります。そのことがわかれば、今度は自分のエネルギーをいいことが起こるようにするために使うことができるからです。自分に起こることはすべて外部に原因があると考えた場合、やる気を失うだけではありませんか？なぜなら自分の外部のことを私たちはコントロールできないからです。もし今あなたが不幸であって、その不幸の原因は周りの人にあると考えたとしたら、あなたはその人たちが考え方を変えるまで幸福になれないことになってしまいます。もし今あなたが病気であって、その病気の原因は遺伝や気候といった外部の要素にあると考えたとしたら、あなたのそれらの要因が変わるまでずっと苦しみ続けなければなりません。それらが変わらなければあなたは治らないのです。そんな風にしていつまでも待つつもりですか？それよりも自分自身で自分の人生を作ってはいかがでしょうか？いいですか？幸福な状態を心に思い描くのに1分もかからないのですよ。そうすればすぐ体にだって変化が現れます。また逆に誰も私を愛してくれない、かわいそうな私と考えるのにも1分もかかりません。そしてそう考えればあなたの幸福はあっという間にどこかへ飛んでいってしまいます。笑うことをやめるのにも笑うのにも、批判を始めるのにも愛するのにも、ほんのわずかしか時間はかかりません。つまり人生はほんのわずかな時間で変えることができるのです。本当はあなたの心の目で見る必要があるのに、あなたは肉体の目で見たことに基づいた人生を判断し、その結果、それに見合う人生を作り出しています。醜さの背後に美しさを見ましょう。批判の背後に愛を見て取りましょう。そんな風にして一つ一つ学んでいくのです。進化するとは、ますますスピリチュアルな存在になるということです。そしてスピリチュアルであるとは、あらゆるところに愛、神を見ることです。しばらく立ち止まり、心の中を覗いてみましょう。そして一日のうちで自分がどんな考えを最も頻繁に持つのかを観察するのです。いつも頭が痛いと考えていませんか？いつも腰が痛いと考えていませんか？いつも私の問題のことばかり考えているのではありませんか？それらに対してどれほど注意を払っているのかを自覚しましょう。苦痛にエネルギーを注ぎ込めば、その苦痛が続くのは当たり前です。エネルギーを注ぎ込めば、どんなものであれ、それは必ず大きくなるのです。人間は自分が考えたような人間になります。あなたの意識、そして潜在意識に入ってきた情報があなたの人生を作ります。あなたが地上に生まれてきたのは、お金持ちとして、あるいは貧乏人として暮らすためではありません。有名人として、あるいは無名の人間として暮らすためではありません。仕事をして、あるいは失業して暮らすためではありません。あなたが地上に生まれてきたのは存在するため、つまり進化するためです。冒頭で予告しておいたエクササイズを次に挙げておきましょう。これから各章ごとにこうしたエクササイズを提供します。本当に心の成長、進化に関心があるのなら、どうかエクササイズを実際にやってみてください。
単に読むだけでは効果がありません。必ず実践してくださいね。エクササイズ。それでは次の順序で、この1週間にやったことを思い出して紙に書いてみましょう。心地よくなろうと思って、幸せになろうと思って、自分のために意識的にしてあげたことはありますか？それを思い出して書いてください。次に、他の人のためにしてあげたことを思い出して書いてみましょう。そして、それは自分から進んでやったことですか？あるいは、それ以外の理由でやったのですか？それも書いてみましょう。この1週間の間、あなたが心の中で、あるいは口に出して、批判した人、裁いた人の名前を全部書き出してみましょう。さらに、あなたに嫌な思いをさせた人、または嫌なことを言った人の名前を全部書き出します。そして、本当はどうしてもらいたかったのか、何と言ってもらいたかったのかを書いてください。また、あなたが口に出して、あるいは心の中で批判した状況もすべて書き出してみましょう。それが本当はどうなればよかったのでしょうか。それ以外に何でもいいですから、この1週間にしたことで思い出せることをすべて書いてみましょう。以上の作業が終わったら、一人きりになって、このアファメーションを繰り返し言ってください。次の章に進む準備ができたと感じられるまで、それを続けましょう。私は神の現れです。したがって私は神です。故に私は自分の望むものをすべて作り出し、大いなる安らぎを得ることができます。また私は内にある真のパワーに到達することができます。本動画では第1章のほんの一部のみをご紹介しましたが、いかがでしたか？冒頭でも少しお話ししましたが、第1章はここから始まる体の声を聞く旅の導入ですので、少々外伝的な話もありますが、それでもこの深さとボリュームを感じていただけたのではないでしょうか。ここから21章にわたり、精神、感情、肉体、スピリチュアルについて壮大な学びを続けていくことになります。本書は1987年に出版された本を大幅にパワーアップした改訂版なんですが、この改訂版で初版にはなかった第22章が追加されているんですが、この最終章がとにかくすごいんです。本を読んでいるのに意識が精神、感情、肉体、そして宇宙、神といったものまでを行ったり来たりしているような、いろいろな概念が炸裂していくんです。まさに圧巻です。全22の各章には、その内容を自分にインプットしていくためのエクササイズもあります。つまり、読むだけでなく、実際に自分が心からの癒し、本当の幸せを得られるようになってしまうんです。正直、やばいです。リズ・ブルボーさんは、我々を構成する要素として、精神体、感情体、物質体があり、これら体の声をよく聞くこと、つまり自分自身の内側がわかることの重要性を説いています。そしてそれは霊体、つまりスピリチュアル的な生き方につながっていくんです。タイトルの体の声は決して肉体的な体の意味だけではなく、様々な体のことを言っているんですね。いやいや、とにかくすごい言いながら、早く次の章が読みたくて仕方がない状態でした。少しでもスピリチュアルに興味がある方は、ぜひこのバイブル的な本を読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は、全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねて、ハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。